皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月と12月の星の動きをまとめて解説させていただきます。今年まだやり残したことがあるとか、まだ終わらないですっていう方もですね、あと2ヶ月ありますので、今回の星の動きを踏まえて皆さんの生活にいかようにでも活かして少しでもお役に立てれば嬉しいです。そして今回2ヶ月分まとめてお話ししますので、タロットはまた別枠で動画をアップしたいと思います。それともう一つ、この動画を毎月楽しみにしてますよと言ってくださる方にぜひお伝えしたいんですが、皆さん結構この星のメッセージを聞いて、この日がいいんだなとか、タロットを聞いてここ気をつけようとかってメモしてくださるっていうのをよく聞きまして、もうすごく嬉しいです。でそれを聞いて、やっぱりこの動画を120% 楽しんでいただけるようなノートを今急ピッチで作っています。これは私自身が実は普段からこの日がいい日だなとかって自分でノートに星の動きをちゃんと書いてあるんですね。で自分用に書いてるこの星の動きとかをちょっと皆さん用にも使っていただけるようにちょっと書き直しているノートです。これカレンダーではなく手帳ではなく本当にメモしていただけるノートになります。11月中旬に販売できるように今急ピッチで動いてますので、そちらもまた決まり次第ご報告します。楽しみにしててください。はい、それでは早速11月から解説していきます。では魚座さんの11月と12月年末までの動きを解説させていただきます。まず年末まで大まかな流れ伝えたいことが3つあります。まず1つ目は10月25日の部分日食から来年春までの流れです。これは10月25日の日食っていうのはその日だけが影響するわけではなくて、次の日食まで影響するというふうに言われているので、約半年ぐらい続くんですね。ただ半年間ずっと何か影響あるというよりは、なんとなく自分の感性に響くなとか、なんかそういうお知らせなのかなとか、そういう学びなのかなっていうことを感じさせられるってことなんですけど、魚座の皆さんにとってはこの期間、自分の専門性って何だろうみたいなことを思い出させられるような気がします。結構器用にね、いろんなことできる方多いと思うんですが、その中でも本当の私の気質は何だろうとか、これでやっていきたいんだ、これで進んでいきたいっていうような何か自分の専門性とか信念とか、なんでしょうね、自分の人生の中に強く通っている思いみたいなものを際立たせていく、そこに気づいていく流れが約半年ぐらいあるよってことなんですね。なのでそうなのかって思って過ごしていると、なんとなくこれかな、そうなのかなと思うことがあると思います。そして逆を言うとですね、その自分の信念に気づくためにはちょっと揺さぶられることがあったりするんですね。なんか違うこと聞いたりとかして、そっちもいいかなとか、いやこうかなみたいな揺れながら、でもこうですよねみたいな真ん中でキュッと帰ってくるみたいな感じなので、もうここで自分の生き方を決める。誰に何と言われようと私はこうしたいんですっていう思いとかをここで確立するみたいな感じですね。そして大まかな流れの大事なポイント2つ目なんですが、これは木星がね、発展繁栄を示す何かを強調させていく、膨らませていく、何かをクローズアップさせるよっていうエネルギーが魚座の皆さんにとっては自分自身にまた帰ってきます。これは2022年の5月中旬ぐらいまで実際に体験していたエネルギーです。何か自分が際立ってきたなとか、なんか変わってきたなって思うことあったと思うんですね。そしてその5月中旬以降ですね、お金のこととか自分の価値っていうものをすごく見せられていたと思います。どうやったら自分らしさを見つけられるかとか、どうやったら自分で自分に自信をつけられるだろうかとか、何か縛られてみたものを解放したいんだみたいなね、なんかそういうジレンマみたいなのもあったかもしれませんが、ものすごく自分を試されていたっていう感じがするんですね。でそこからもう一回自分自身に光がバーンと戻ってくるので、やっぱり私はこうなんだとか、やっぱりこうしたいんだ、これからの人生はっていうところに光が戻ってくるっていうことです。これは10月28日から12月20日までありますので、今年1年を振り返って残り2ヶ月でどう完結するかっていうのにふさわしい時なんですね。今年の1年どうでしたか？1年、年間通して人生のご褒美を味わえる年って私は書いたんですけど、結構人生が動いた人多かったんじゃないかと思うんですね。
でもしかしたらいや結構辛かったですよっていう方もいらっしゃるかもしれません。でもその辛さの中に本当のご褒美が眠っているってことなんですね。でそれをこの年末までに11月12月の間にもしかしたら体験できるかもしれません。感じられるかもしれません。それともう一つね、年末までの大きな流れの3つ目のポイントなんですが、こう火星というね、バイタリティとか活力とかエネルギー、勇気、中には怒りっていうのもあるんですけど、そういった動いていくよっていうバイタリティが実は魚座の皆さんって家の中にあるんですね。家の中にあるってどういうことって言ったら、家の中でイライラしたり、または家族のことで問題が起こりやすかったり、または家を本当に引っ越ししようとかね、で家のこと全然大丈夫です、環境大丈夫ですっていう方は、自分の精神、なんか心の中で何か怒りがくすぶるようなこととか、もしくは怒りじゃなくて情熱として本当はもっとこんなことしたいのにできないみたいな、そういうのもあったりするかもしれません。ただね、魚座の皆さん優しい方が多いので、その怒りをそのままバーンと出さないと思うんですよね、ほとんどの方は。でその怒りとかなんか不満っていうものが自分の中にちょっと渦巻きやすいなっていうのがあります。これは10月30日から来年の1月12日までちょっと逆行する期間っていうのがあるので、本来でしたらポジティブにとか肯定的によし頑張っていこう、やっていこうっていうふうに思えるところが、なんとなくこれで本当にいいのかなって思ってみたり、もしくは変えるに変えれない状況に悶々したり、または誰かに対して怒りというエネルギーを持つかですね。でもこの怒りというエネルギーって本当に本人に直接バンって言えたらいいんですけど、おそらく言いづらい状況があるんだろうなと思うんですね。これも全部実は絡んでいます。最初に言ったその自分の専門性って何だろうとか、自分が人生の中で大事にしたいことって何だろうっていうことを、この10月25日以降、来年春までかけて考えるよとか、こういろいろ気づくことがあるよということと、あと自分自身に光が当たって自分次第で生活を変えていけるし、毎日の感覚もね変えていけるよということと、もう一つは誰かに対して何に対してイライラしてるんですかっていうところで、その不満っていう気持ちが実は現状を良くする原動力として使えるかもしれないっていう時なんですよね。なので、若干ちょっとこうどうこのエネルギーを持っていくかによってね、こう満足度って変わると思うんですよね。さっき言ったみたいにもういいって言ってバーンって切ったりとか、もうやめるとか、そのストレスをバーンって言える方にとっては、もう私は私らしく生きますみたいな、ものすごい清々しいエネルギーとして使えそうなんですけど、なかなかそう言えにくい状況があるんだろうなと思うので、その時はそのなんか動きにくいなと思いながらも、一歩ずつは動いている、進んでいると思ってくださいね。これはでも実際そうなんです。実際火星って逆行してるって言って本当に後退してるかってしてないですから、自分たちがそう見えるだけ、そう感じるだけなので、実は進みにくい状況でも荒々しい状況でも一個ずつは進んでるんだよっていう流れなんです。ちょっと時間がかかるかなっていうだけなんですね。これがこの年末までの大事なポイントです。そしてちょっと単月のお話をさせていただくと、11月っていうのは本来の自分って何だろうみたいなね、自分の本質に戻るっていう意識がすごく強いので、精神的には意識が高いです。もしくはこう自分のエゴ的なね、なんかもっとこうしたいああしたいとかっていうよりも、もっと本当に大事なものって何だろうみたいな、すごく潔いというか清々しいエネルギーがあるので、なんとなく絡んでいた紐、なんかごちゃごちゃしてたなっていうものがこうスーッとこう外れてくるなっていうのがあります。少し精神的にはこの時楽になるんですね。そして古い自分からもう脱却する、もうやめるみたいな、もうごちゃごちゃ言ってたのをやめるみたいな感じですかね。その11月の中でも特に11月8日がね皆既月食なので、そういった自分の精神性がもうピーンと立つ時というか、分かる、自分の中でもう答えが分かる、やっぱりこうすべきなんだ、こうするのがいいんだっていうのが分かるっていうことです。これは世間一般でどうとかじゃないんですよね。自分の中の答えなので、周りが反対してるとかうまくいってるいってないとか関係なしに、自分の中での答えを見つけてすっきりする、ちょっと絡んでた紐がほどけて、ああもうこれでいいんだっていうふうに思えるっていうことです。そして11月16日以降、社会運が出てきます。人とのつながりちょっと良くなるんじゃないですかね。もう少しこう生きやすくなるとか、ちょっとこう今まで大変だったなとか、ちょっと息しにくかったなっていう人は息がしやすくなるっていう感じがします。社会が明るくなりますからね。そして11月22日以降はもっと息がしやすくなります。社会が暖かくなる。
自分が生きてる世界これでいいんだって思えるような感じですね。現実的に言うと仕事運が出てくるので、忙しくなったりとか社会が楽しくなるっていう流れです。そして12月の前半はその社会運とかね、環境運を生かして望む世界に近づけていく時です。その中でも特に12月8日っていうのがね、満月なんですけども、ちょっとその前に戻って11月24日も新月なんですが、ここでその自分がどう生きたいかっていうのを意図してもらってもいいですよ。でその次12月がさっき言った12月8日が満月で、結構この満月自体がものすごく情報がねこう引っ張られる感じで、何が正しいのかとか何が正解なのかっていうのはちょっと分かりにくい、惑わされやすい時かもしれませんが、でも魚座の皆さんはね11月の後半からその自分の中で答えが見つかるわけですから、もうそれでいくっていうふうに決めてもらえば、環境がここで動き始めます。おそらく12月の前半に、特に8日がピークで、自分が望んでいたもの、冒頭に言ったような本当の自分の望み、人生のご褒美を今までなんか遠回りしたけどやっぱりこれだなみたいなことを12月の前半に感じる、手に入るっていうこともあると思います。そして12月後半はですね、特に12月20日以降はね、またお金のこととか自分の価値っていうのがこうぐーっと広がってきますから、この12月20日の時点である状況は環境の中でどうやって稼いでいこうかなとか、じゃあどうやってこれを維持していこうかなとか、具体的なねことが出てくると思います。はい、そして12月22日から一人じゃなくて誰かと一緒にやっていこうみたいな、1対1ではなくてですね、グループとか団体とかみんなでやっていこうっていうようなこうチーム戦でいこうっていう感じがありますね。みんなで役割分担しながらいいものを作っていこうみたいな動きがちょっと出てきそうです。で12月23日は新月なんですが、この時点でねもう来年の前半はこうするっていうのがもう見えてるような気がしますね。ですのでなんだかまとめてみると、11月前半にどんな意識で過ごしているのか、そしてまたどんな環境を選んでいくのか、そうこうしているうちに12月になり、12月おそらく前半に何かしら環境が変わると思うんですね。動きがあると思うんですね。でこの動きはとてもラッキーなものです。魚座の皆さんが本当に必要とすることのきっかけが12月前半にあるという形です。でそれをもって後半から来年につなげていくんですけど、じゃあこれを維持していくために何が必要か、自分にはどういう感覚を開かなければいけないか、新しいその自分の感覚を開くってことですね。これはさっき言ったみたいに現実的な話でいくと、もうお金をどう稼ぐかとかどう増やしていくかってことになっちゃうんですけど、スピリチュアルな視点というかもう少し精神的な視点でいくと、自分の感覚のどこを開いていくかっていうことになります。今まで自分がオンにしてなかったこの機能というかね、感覚をオンにしていく、開いていくっていうことですね。そうすると無限の可能性が広がりますから、そういうことが11月20日以降起きてくるんですね。それが22だったり23日ぐらいからどんどん広がっていって来年につながっていくなっていうふうに私は見えました。ということで、ちょっと細かい星の動き今回省きましたので、カレンダーとかで確認したい方はLINE の方で常に見れるように設置してありますので、 LINE のお友達登録をお待ちしております。そしてまたすぐあと、11月のタロットですね、内面の動きも見ましょうっていうことで、私も見たいです。今こうやって星を読みながらタロットではどうなんだろうって思うので、それをタロットで見てまた11月の分は別枠でアップしたいと思います。ということでですね、この11月12月魚座の皆さんすごく大事な時期です。自分に光返ってきます。どんなところ、どんな感覚をオンにするのかすごく大事です。ぜひ皆さんにとっていいようにお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。何かしら参考になりましたよという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。もうすごくモチベーションになります、私の。はい、ということでまたよろしくお願いします。今回もありがとうございました。失礼します。